豚骨ラーメンでどこが卑怯か、どこが卑怯か。マリオ流。その匂いで脳はやられ、その濃厚な味わいに胃が沈む。天下最強豚骨の中の豚骨、それはどこか。マリオ流。ドドンドドンドマリオ流。ン、ドドンドドンドン。マリオ流。総大殿、この茶番は何でしょうか。今回は世界最強の濃度を誇る豚骨ラーメンやマリオ流について紹介しようと思っての。左近と打ち合わせしておったら何かテンションが上がってしまったのじゃ。いや、マリオ流は世界一好きなラーメンっすからね。思わずテンションが上がりすぎてしまったっす。とりあえず理解はしました。それでは総大殿、紹介をお願いできますか。今回紹介するのは奈良が誇る世界最強の豚骨ラーメンやマリオ流じゃ。豚骨ラーメンの中の豚骨ラーメン、キングオブ豚骨っす。2人がそこまで言うとは、マリオ流とはどのような豚骨ラーメンなのですか。そうじゃのう。簡潔に言うならば恋、この一言に尽きるじゃろうな。恋ですか。それは豚骨であるならば当然ではないのですか。なるほど。多分純慶様が考えてる恋の100倍は濃いっすよ。100倍ですか。そのような食べ物があるのですか。これがな、あるのじゃよ。マリオ流のラーメンはの店先で匂いを嗅いだだけで豚骨が苦手なものならばそっとしてしまうほどの獣臭漂う一品なのじゃ。なるほど、そのようなものがあるのですね。ですがそれが本当に美味しいのですか。間違いなくうまい。じゃがの人を選ぶと付け加えておくのじゃ。豚骨が苦手な人には絶対におすすめしないっす。豚骨が好きだとしても胃腸の弱い人にもおすすめしないっす。豚骨好きでも胃腸が弱いとダメなのですか。ダメというわけじゃないっすけど、おすすめはしないっす。マリオ流の真骨頂はその豚骨の濃度にあるっす。でも胃腸が弱いと濃度が高い豚骨を食べたら体調を崩す恐れがあるっす。無論濃度が低いものや貝塩やあっさり塩といった豚骨が苦手な人用のメニューもあるがの。じゃがのわしに言わせるならばマリオ流に来てこれらのメニューを頼むのはもったいないと思うのじゃ。そうっすね。やはりマリオ流は濃いラーメンが至高っす。しかし貝塩やあっさり塩もうまいからな。興味があれば食べてみてもよいと思うぞ。昔父上はマリオ流に行ったものの胃腸の調子が悪かったことがあってな。その時に食べた貝塩が貝のうまみが十分に染み出していて、これで別のラーメン屋やればよいのにと思ったほどうまかったと言っておった。確かに豚骨メインのマリオ流だと埋もれてしまうメニューっすからね。せっかく美味しいのに頼まれないのは寂しいっすもんね。なるほど。それでは私が総大殿とご一緒した際には私はそちらをいただくことにしましょう。お主、仏教の戒律は良いのか。戦国武将として日々命のやり取りをしていたのですよ。そんなもの今更ではありませんか。もっとも獣肉はそれほど得意ではありませんが。そうかそうか。それでは今度共に行くとしようぞ。はい、ぜひに。さて、それでは話をマリオ流の濃厚なラーメンに戻すのじゃ。マリオ流のラーメンは濃度という形でそのラーメンの濃さを数値で表現しておるのじゃ。ちなみに先ほど紹介した貝塩やあっさり塩は濃度0じゃな。私的な濃度の基準としては奈良で有名なラーメン三つ葉のラーメンが濃度3、京都の有名な濃厚豚骨ラーメンの無鉄砲が濃度4から5ってとこっすかね。無鉄砲といえば
コンビニでカップラーメンが売っているところですね。あれもなかなか濃いとは思いますが、それが4から5ですか。だいたい左近の言う通りじゃな。そしてマリオ流の最高濃度はチョモランマの25じゃ。25。総大殿、本気でおっしゃってますか？本気も本気、大マジだ。だがのう、さすがにこれは普通のものが食べるメニューではない。いわゆるチャレンジメニューのようなもんじゃな。わしがいつも食べておるのは濃度6か7のラーメンじゃな。それでも無鉄砲の 1.2 倍ぐらいの濃度はあるわけですね。なるほど、総大殿が胃腸の弱い人にはおすすめできないといった理由が分かりました。それほど濃いとなると、胃腸が弱ければ胃もたれ程度では済みそうにありませんね。実際に胃腸の調子が悪い時にこれを食べた父上は、その翌日胃痛と頭痛で1日寝込んだらしいのじゃ。食べる前に胃腸の調子を整えることは必須。左近さんとの約束っすよ。さて、そんな濃いラーメンが魅力のマリオ流じゃが、実はサイドメニューもおすすめなのじゃ。そうっすね。私は毎回ラーメンと一緒にジャンボ唐揚げを頼んでしまうっす。わしもじゃ。あれは大きくて食べ応えがある上にジューシーな肉汁がたまらんのじゃ。それ以外にも鹿児島チラン鶏胸肉を使った刺身、ユッケ、カルパッチョ、鴨肉の刺身、カルパッチョもあるっすね。あれもなかなかにうまそうじゃよな。ラーメンと変わらぬいいお値段なので、まだ手を出したことはないのじゃが、今度一緒に行ってシェアするっす。そうじゃな。それが良いのじゃ。今度3人で行ってみるのじゃ。さて、それでは今回はこの辺りで終わりとしましょうか。動画の感想は下のコメント欄に書いていってくれると嬉しいのじゃ。チャンネル登録をして次の動画も見てくれると励みになるっす。動画が面白かったら高評価、つまらなければ低評価、どちらかを押していただけると今後の参考になります。